悪口聞こえてきますよね。そんな時どうすればよいか悩んでしまいますよね。例えば朝の通勤中にスマホでニュースを見ますよね。その時悪口が目に飛び込んでくることがあります。これはよくあることです。あなたの心を守るための対処法を知っておきましょう。自分は何も言っていないのになぜかモヤモヤした気持ちが残る。そんな経験はありませんか？例えば朝の通勤電車で隣の人の愚痴を聞かされた時などです。悪口を聞くと知らないうちにストレスを感じてしまうからです。この動画を最後までご覧ください。悪口の場にいても共犯にならないための具体的な聞き方が3つわかります。例えばランチ中に悪口を聞かされた時も冷静に対応できるようになります。あなたの心を守るための大切な知識です。まずはなぜ黙って聞くことがリスクになるのか、その理由からお話しします。知らず知らずのうちにあなたも悪口の当事者になってしまうかもしれません。注意が必要です。例えば朝の会議で誰かの悪口を聞いている時もそうですね。その場にいるだけで同調しているとみなされる可能性があります。何も発言していないつもりでも見え方は変わってきます。相槌の打ち方一つで周りからの印象は大きく変わってしまうのです。あなたは中立ではないとみなされる可能性があります。例えば食事中に悪口を聞かされた時もそうですね。無言で聞いているだけでは同調していると誤解されるかもしれません。わかるといった何気ない相槌でも一緒に盛り上がっているように見えます。悪口に同調していると誤解されることもあります。あなたの意図とは違う伝わり方をしてしまうのです。例えば夜寝る前に今日一日を振り返る時がありますよね。その時悪口に同調してしまったと気づくかもしれません。心理学には傍観者効果という考え方があります。周りに人が多いほど誰も行動を起こさなくなる現象です。これは自分だけが行動することで目立つことを避けたいという心理が働くためです。悪口の場でもこの心理が働いています。人が多いと誰かがやるだろうと責任感が薄まります。悪口の場もこれとよく似た構造を持っています。例えばグループ LINE での悪口のやり取りなども同じです。誰もが止めることをしないため悪口がエスカレートしてしまうのです。関係を壊さずに同調のサインを送らない聞き方はどうすればできるでしょうか。具体的な方法をいくつかご紹介します。相手との関係を保ちつつ自分を守る聞き方です。例えば食事中に悪口を聞かされた時も冷静に対応できるようになります。あなたの心の健康を守るために役立つでしょう。今回は3つの具体的な聞き方をご紹介します。どれも今日からすぐに実践できる簡単な方法です。例えば職場での休憩時間や友人との会話の中で試してみてください。あなたの心の負担を減らすことができるでしょう。1つ目は相槌を最小限にするです。わかる、確かにではなく、へえ、そうなんですかを使います。これは相手の話をただ聞いているという姿勢を示すためです。相手もあなたの反応を見て話す内容を調整するでしょう。
これらの相槌には共感も否定も含まれていません。ただ、聞いていますよという事実だけを伝える言葉です。例えば、相手が残業したとします。その話には、へえ、そうなんですか、とだけ返事をしましょう。興味を示さないことで悪口の話題を深めません。2つ目は、悪口ではなく、事実の部分にだけ反応するです。悪口には事実と評価が混ざっています。例えば、上司がいつも遅刻するという話であれば、遅刻という事実だけに注目します。評価には同意しない姿勢が大切です。休日出勤で大変でしたね、と評価の部分には乗らず、事実だけに反応するのです。相手の感情には寄り添いつつ、悪口の内容には同意しない姿勢を示します。これが大切なポイントです。例えば、布団の中で今日一日を振り返る時がありますよね。悪口に同調しなかった自分を褒めてあげてくださいね。3つ目は、思い出した風を装って話をそらすです。そういえばこの前と全く別の話題に切り替えます。例えば、布団の中で今日一日を振り返る時があります。悪口の話題が頭に残らないようにするためです。相手も自然と別の話に移行するでしょう。否定して空気を悪くすることも、同調して共犯になることもありません。静かに話題を終わらせることができます。お風呂に入っている時を想像してください。嫌な出来事を洗い流すように、悪口の話題も静かに流しましょう。あなたの心に負担をかけません。悪口の場に居合わせることは選べませんが、どんな相槌を打つかは自分で選べます。もう悪口の共犯者になる必要はありません。今日から実践して自分を守りましょう。例えば、夜寝る前に今日一日を振り返る時がありますよね。悪口に同調しなかった自分を褒めてあげてくださいね。今日紹介した聞き方をまずは一つだけ持ち帰ってみてください。ここまで見てくださってありがとうございます。仕事のストレスを減らしたい方にはこちらの動画もおすすめです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。